ようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、本日は日本最北端宗谷岬に到着します。よろしくお願いします。残念。銭湯やな。うわすごいね、すごい。日本最北の村。猿払。ここは道の駅猿払公園。すごい大きいところやな。大きいね、立派すごく。なんかまだねレストランも開いてるかもしれないですよね。もう6時前やな。向こうにホタテ飯とかあるね。開いてるね。ちょっと散策行きたいと思います。こんな感じのところですね。すっごいなんかもう空がめっちゃ美しい。もう5時から8時まで開いてる。あ、全然開いてるやん。さっきね生そばありますって書いてあったところでね食べようと思ったら、そのそばは11時から12時までってもうめっちゃ短い期間、こんな期間しかなかったんですよね。でもここはなんか食べれそうですね。釣り客の方というか釣り客の人が多いな。ついたばっかりなのでちょっとふつふつして感じ。これ白いの何ですか？牛乳なんです。牛乳とお味噌で作ったありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあいただき。これいただけんねやんな。これはグズグズするのを待つよね。あとは食べれるよね。じゃあ母ちゃん、いただきました。すごいね、なんか。じゃあホタテから。ホタテはね結構もうね食べてきたけどね。どうですかね。美味しいな。じゃあいただきます。はい、いただきます。分厚いね、このホタテ。うめえ。美味しい。うめえな。今までもね大概ホタテね食べてきたんですけど、ここに来るまでもこのホタテちょっとうまいですね。何が違うんや。母ちゃん、すごい食べ方してますね。何これ、リゾットみたいになっちゃってる。なんかご飯足して。貝がねすごく大きいから、ちょっとなんかちょうどね、白い牛乳だからご飯入れたらリゾットになるかな。確かにちょっとリゾットっぽい。美味しいです。ホタテのキスが。ホタテふんだんやからね。でも人には見られたくない。ご飯美味しかったね。美味しかった。お腹空いてたからもう。めっちゃ美味しかった。ホタテがねやばいですよ。本当こんな美味しいの。食べても美味しい。なんかねあんま自分ホタテねそんな好きじゃなかったんです。ですけどこっち来てからねめっちゃホタテうまいからホタテばっかり食べてるんですよ。もうここは静かやね。ほんで静かで向こう見て。外国。これやばくないですか。この抜け感。舞台あるやん。あれ舞台？あれ舞台じゃない。ここはホテルやねんな。猿払っていう。めっちゃ寒くなってきました。もう風が。でね、向こうにね、ちょうど夕日がね、だんだん沈みそうな感じですね。
逆から行ったからまあいいじゃないですかすごいね、抜け感がすげえやばいなこれ。そしたら今日はこの道の駅サルフツで車中泊させていただきましょう。ちょっと空が近い、ね、空が近い。なんでですかね、雲がねめっちゃ近く感じるんですよね。多分実際近いと思うねんけど、真横に雲来るし、そうね、すごい近くね感じますね。トイレはどこなんやろな、後でお風呂上がってからちょっと探しに行こう。じゃあ温泉行ってきます。こうなってはい、今お風呂から戻りました。今朝バッテリーが 37% まで減ってたんですけれども、今 92% まで回復しました。道の駅美深から道の駅サルフツまでの走行距離は120キロぐらいでしたね。で 92% まで回復しました。これでね、今晩電気の心配なく車中泊をすることができます。何あげてるんですか？おねだりする。ドッグフード？ドッグフードがおやつ？2、3粒なんか自分たちもおやつ食べてるでしょっていう目でパン食べてるからちぎってみるからそれお座りちゃう？一粒ずつ食べる。肩甲骨。結構大きいんですよね。もうあげますか？どうですか？ですか？あげちゃった。次も誕生日何もなしだよ。マジで？これいくらやったかな？これでも2300円です。300円な。これ道の駅なんてとこやったかな。温泉が閉まってるんじゃないかって言ったとこやったな。タオル、ナプキンね。どうなるかわかんないな、これは。何する？でっか。逃げた。ほんまや、なんか警戒してるな。なんやろ、匂いやな、これは。顔がちょっと違うな、いつもと。なんだってなってんな。はい、なぎちゃんどうぞ。よし、はい。いいじゃん。コップの上でやって。はい、どうぞ。あれ？なんかでも顔がすごい変な顔してる。どうしたの？今日は様子見てるん。ちょっとそこに置いといてあったの、下にそのまま。自分で自分のタイミングでどうぞ。イライラしてる。なんか他のやつが入ってきたみたいになってんのかな。ね、ちょっと匂いがきつかったんやな、なぎには。結局鹿の骨かじりまくってましたね。かけかけするなんちゃまたそれ。かけかけするの。ね、これでね、鹿の骨気に入ってんな。ありがとうよ。
ちも一気に眠くなるね。眠たい熱がもうすぐ打つ。眠た。ただいまの時刻は10時23分です。今日は早いですね。10時23分。えらい早いな。早いですね。今日は猿払村道餌抜か線を走ったんですけれども、もう驚くほど美しい道でしたね。もうなんかね、遠くがね、蜃気楼のように見えてね、もわーっとしてるんですよね。それぐらい直線の道が長くて、で、周りですね、道の周りがずーっと草原みたいになってて、なかなか体験したことがないですね。ああいう草原の道っていうのはなかなかないですね。本当になんか美しかったですね。道で感動するってなかなかないと思うんですよ。道を走るだけで感動できるって言ってね、なんか、まあその道はね、出発前から調べていて、で、そこを走りたいなと思ってたんですけどね。でも行ってみて、綺麗だろうというのは予想してたんですよ。でも行ってみたら、予想以上になんかね、本当にね、ってね、もう美しすぎてね、声が出ないくらい美しかったですね。道でね、これだけ感動できるっていうのもなかなかないことだなって思いましたね。はい。で、明日はですね、宗谷岬に向かいたいと思います。宗谷岬はね、この北海道旅のメインの目的地なので、これはね、なんとなくね、気持ち的にね、やっと宗谷岬まで来たかっていうふうにね、思いますね。でもね、ちょっとね、天気がね、心配なんですよね。今ね、トイレに行ってみたら、空にはね、星が出てたんですけどね。でも、天気は曇りですかね。まあ、ちょっと晴れてくれればね、綺麗な景色が見れるんじゃないかなと思ってますけどね。今日もね、少し白い貝殻の道があったんですけども、それがね、宗谷岬のあたりは長く続いてるんじゃないかなと思うんで、まあ、できれば青空に抜ける白い道みたいなのをね、見てみたいんですけど、ちょっと無理かな。はい。それではね、今日は寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。おはようございます。今は朝の4時半です。もうめっちゃ明るいんですよ、ここの4時半って本当に日の出をね撮りたいんですけど、3時半ぐらいに起きたら曇ってて4時過ぎぐらいからちょっとだけね太陽が顔を出してくれましたね。で、今はこんな遊具のある公園にいます。まあ、ある公園にいますって言っても、キャンピングカーはあそこにあって、道の駅はあそこで、そこに併設されている公園なんですけどね、面白そうなものを見つけました。怪我のないように行ってきてください。はい、待って。揺れるよ、絶対。揺れるって。うわ大丈夫あかんそうやな。うわ怖っ。あれ結構スムーズにいくやん。でもそこまでなんかちゃんと張ってるからいけるやん。なんかサックラインであかんでもあれな、美瑛のな、スラックライン。じゃあ父ちゃんどうぞ。花木はそこでちゃんと待っててよ。あかんよ、行ったら。よいしょ。じゃあ、怪我のないように。怪我のないようにお願いします。でも意外と最初だけだよ。手なしでもいけそうでしょ。すごいじゃん。勢いで。なぎ、待って。
そりゃするやろ。そりゃするやろ。かわいいね。ただいまの時刻は5時55分です。なぎの散歩も終わって、今からベッド展開をしたものを片付けます。でこれがですね、最初に、キャンピングカーを見に行かれると何もない状態でのベッド展開があると思うんですね。こういう風に展開しますよっていう風にあるんですけど、結構これが大変なんですよね。このベッド展開自体はすごく簡単なんですけど、こう荷物をどけたりとかテーブルの上にあるものを一回どけて、でベッド展開するってなると、でうちはこういう風にしてなぎのスペースを確保するために全部フラットにしてるんですね。そうするとこの展開した時にこう逃げる場所がない。こうして外していくんですけど、これを最初で外さないといけないので、まずこれを上げないといけないって言ったらこっちへ逃げますよね。でこっちでもこっちでもいいんですけどね。そしたら今度ここに乗ってるんでこれが上がらないみたいなね、この二重手間がねなかなか大変ですね。これがね上がってると全然楽なんですけど、やっぱりワンちゃんがねおられるご家庭とかだったら、どうしてもこういう使い方になると思うんですよ。こういう段差があると、ここを開けると土間と同じ高さになるんですけど、そうするとやっぱりこの段差があるとワンちゃんが落ちたりしてね、やっぱり怪我したりね。うちの子はまだ大きいですけど、それでもやっぱり段差がこれぐらいあるんですよね。でこの中でやっぱりこの狭い中で落ちちゃったりしてね、関節とかね、特にシニア系になりつつある子たちっていうのは動けるけどやっぱ関節ってすごく心配だと思うんですよね。そうするとやっぱりこの段差をなくすためにどうしてもフラットにすると、そうしたらこれがずっとこんなんなって、こんなずっとこんなになるっていうことになるので、やっぱりねベッド展開我が家は結局のところはこのリアエントランスでねすごく良かったなと思ってるんですけど、このベッド展開をしないといけないキャンピングカーを買う時にはやっぱりご購入前によくチェックをねされることをお勧めしますね。合う合わないが多分あると思うんで、私は特に常設ベッドに憧れてますからなんかこのね一回一回これしないといけないってなったらね、なかなかね朝のこの6時前にするっていうのはですね、なかなかきついもんですよ。この移動もしてで結構疲れたなーとかってなってる状態の中でこれをしないといけない時があると思うんで、そうするとね大変なお仕事になる時がありますからね、どうぞご検討くださいね。じゃあちょっとやっていきますよいしょ。ベッドこれ自体はねめっちゃ早いんですけどね、本当にうまくできてるなと思うんですよ。こういう風にこれってねここに入るようになってるんですよね。よいしょ。そしたらこのクッション自体は消えちゃうんで、ここの中に特に何も普段使ってる中では支障がないんですよ。でこれは頭のね
ヘッドレストみたいなものになるんで、これもまあスペース的には問題ないですね。うまいこと考えられてますよね。でこれはここですね。まあこういう風な作りになってるのは、スペースをこう使いながらここを出るようになってるんだと思うんですけど、そしたらこうちょっと傾斜が出るんですよね。だからこれでね楽になりますね、腰のあたりがね。まあうちはこうやってこれを片付ける時にはナギをハウスに入ってもらってるんですけど、これをこう上げるとすでにナギの重みがかかっているみたいな感じですね。で荷物もこの中に満載に入ってますから、特にリアエントランスはトランクのねスペースがないんですよね。そしたらこういうところにねやっぱ押し込んでいってしまうんですよ、うちはね。だからここに足を入れるにも足の踏み場もあまりないっていう状態の中で、よっとってこんなに足開きますかでこういう感じに結構ね、まあ、もっとね上手な方法はいくらでもあると思うんですけどね、私たちはねなんかねこんな感じになっちゃってるんですよね。もっと片付け上手だったらいいんですけどね。私がやりっぱなしなんで帽子も落ちてる。なんか母ちゃんの下着が落ちてるなんかね見てはいけないものが落ちていたような気がしますねでここにまあそれはなかったことにしましょうでまあこうするとまたこの辺からこうやり直していかないといけないですね。よいしょ。この敷いてあるシートですね。この敷いてあるシートなんですけど、これね結構いいんですよね。もう本当はねもっと綺麗にねピタッと合わせてねしていかないといけないんですけど、ちょっと形が合ってないんでこんな感じになっちゃってますけど、これ自体はね良かったですね。これ防水でペット用のワンちゃん用というかペット用のシートなんですよ。で防水なんで、でもこの防水ってなんかこんな感じのイメージだと思うんですけど、これはね裏地がこんな感じなんですね。裏地がちょっとまあこのグレーのねこういうテーブルの上に乗せてあるこういう生地にちょっと似てるんですよね。でこの表はちょっと吸収はしていくんですけど、それでもまあまあ水弾きますけどね。でもねこれは柔らかいんですよ。でこういうのを買う時に気をつけてるのが、ナギおいで、ナギちょっと来て、はい、この足のこの爪ですよね。こういうところ、特にこの辺の爪、この辺を引っ掛けることをすごく嫌なんですよね。この引っ掛けちゃったらこう怪我したりとかしますよね。でこの辺がこうギッて引っかかっちゃったりとかするのをねやっぱり気をつけると思うんで、これはね結構防水もしっかりしてて、で洗濯もしやすいし、ナギの爪がねよいしょよいしょこんな感じで引っかからないんですよね。だから安心してね使えますね。多分 Amazon の通販で買ったと思うんですけどね。はい、ナギでありがとう。じゃあ母ちゃん今からですね宗谷岬に向かって出発したいと思います。宗谷岬までは30キロぐらいですね。で今の時刻が6時半過ぎなんで7時20分ぐらいには着きそうですね。なんとかね早い時間にね宗谷岬の方に行って稚内の辺りでゆっくりしていきたいなと思ってます。はい、では出発します。風が強くて寒いね。
ゃ残念なことが起こりました。カメラのレンズが風でカメラが倒れてレンズのカバーが割れちゃって中のレンズにも傷がいっちゃいました。このレンズはお釈迦ですね。残念。替えのレンズがないわ。持ってきてないな。残念だ。母ちゃん、はい、やっちまいました。レンズのね、ですね、風が強くって、で三脚の方向をねちゃんと考えてなかったですね。もうなんかずーっと撮り続けてて、結構ね考えてたんですけどね、なんか今日はもうポイッと置いていっちゃいましたね。残念。でレンズはねなんとか大丈夫でした。レンズカバーをつけてるんで、レンズカバーが結構砕けちゃったんですけど、レンズはね、ちょっとは傷はいってると思うんですけど、拭いてみたら、まあ大丈夫でした。ただ、衝撃で、カメラの小窓の方ですね、こっちの方のピントが合わなくなっちゃいましたね。で、もう、実際の映像は撮れてるみたいなんですよ。大きい画面の方では、見ると撮れてて、で、パソコンに取り込んでみたら、それ自体も撮れてたんですね。ただ、小窓から見る細かいピント調整がね、もうこれできない感じですね。もう、なんで狂っちゃったか、多分衝撃でドーンとなった時に狂っちゃったんですかね。潰れちゃいましたね。これからちょっといい加減な映像になるかもしれませんけど、使えないことはないんで、なんとかこの度はね、このカメラで頑張りたいと思います。ただね、もう一個ね、予備のカメラも持ってるんで、ただそっちはね、レンズとかがもう変えてないんで、もうあんまりね、綺麗な映像は撮れないかなとは思いますけど、工夫して撮影続けたいと思います。おろろーやっちまった。やっちまったなー、やっちまいました。これからね、曽谷岬に気持ちを切り替えていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ゴー Go down すごいね。これは見たことないね。リアス式海岸。違うやん。知ってる言葉知ってる言葉並べて。着いた。ここやな。これ見たわ。この食堂最北端。ここでラーメン食べる。なんかいろいろあるね。あるね、やっぱり。宗谷岬着きました。最北端。最北端、本州じゃなくて。いや、日本の最北。日本の最北ですね。すごいね。で、最北端っていう食堂でご飯食べたいなっていう、ベタな考え方を持ってますけどね。じゃあ今からね、この辺り散策したいと思います。寒いですね。風が冷たい。これを見ていただいてるときこんな格好してたらもう暑見てて暑ってなると思うんですけど、めっちゃ寒いです。来ましたね。来ましたね。最北端。はい。宗谷岬。宗谷岬のオブジェの前に来ました。日本最北端の地。はい。なんかわかんないですけど、ありがたいですね。嬉しいね。じゃあ順番があってあるから。ね、皆さんね、順番
順番にちょっとだけ取ってすぐ順番交代するみたいな感じですね。一気に行ってやで上に草のないところにすぐ行ってマジゴケやななんかえらいことになってめっちゃ落としていってるしあとの処理が大変ですよね。なんかめっちゃ落としていってますよね。マジゴケしてるしもう結局後をついていかないといけないってね。階段で行ければいいのによいしょ。帽子落としてますね。よいしょ。はい、帽子落としてますよ。マジゴケするんですねなぜそんなにこけたがるんですかねで多分ね見てる人思ってるよね。なんでそんなこけたがるの。わざとじゃないんです母ちゃん、食堂最北端、ここでラーメン食べましょう。旅でラーメン食べるの初めてかな。いやなんか食べたことはあるかもしれへんけどこういうなんか名物的なラーメンをね、食べるのは初めてかもしれないですね。はい、じゃあ行ってきます。ホタテ塩ラーメンがメインですね。もずく好きです。もずくラーメンとホタテラーメン頼みました。美味しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。カリちゃん、これがホタテ。ホタテラーメン、塩味。塩味。どうぞ。そう。いいですか。はい、じゃあお先に。めっちゃ美味しい。美味しい。なんか美味しいかもね。これもずくラーメンですね。はい、醤油どうぞ。美味しい。ちょっといただきます。海苔の味がした。さっき塩ちょっともらおうかな。すっごい美味しいでしょ。お水が美味しいから。いただきます。いただきます。美味しいやん。美味しい。じゃあ今度はもずくラーメンだし。最後に来ますね。美味しい。めっちゃ美味しいやん。これ美味しいな。じゃあいただきましょう。いただきます。これもずくと一緒に食べるのよな。もずくと一緒に。すげえ。ほんまにもずくラーメンやもずくと一緒に食べると。美味しい。美味しいなこれ。めっちゃ美味しいよ。よし。はい、母ちゃん、美味しかったね。温まりました。あったまった。うまかった。うまかったっす。はい、美味しかったです。じゃあここからですね、白い道に行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。急やね。これぐらいなのかな。心配。ウイリしそうやね。